皆さん、もし自分の子供が突然海外で生きていきたいと言い出したらどんな気持ちになれますか？言葉と文化の壁、本当にやっていけるのという現実的な不安が心配でしかないですよね。ところが僕の母は違った返答をしました。なぜ母はそう言えたのか。彼女は韓国のジェジュ島からソウルへ飛び出し、40年近く働き抜いた人間です。この動画では日本に住みたいと母に伝えたあの日の会話を全て公開します。子供が外国に長く住む時の気持ちも聞いてきましたので、ぜひ最後まで聞いてみてください。まず一つ目の話はですね、日本で住みたいと言った時の母の反応です。僕が初めて母に日本で生活したいと伝えたのは高校で本当に迷っていた時期でした。勉強もうまくいかず、将来も見えず、霧の中をさまよっているような毎日。その真っ最中に突然日本の大学を目指したいと母に告げたのです。母はその瞬間を今でも鮮明に覚えていると言います。あの時のパックンはどこの国であっても勉強すると言って前を向いた。それだけで胸がいっぱいだったよ。母にとって大事だったのは、日本という国ではなく、迷走していた息子が初めて自分の意思で前に進もうとしていたことでした。あの瞬間、母はやっと立ち上がった息子の姿を見て、静かに涙が出るほど嬉しかったと話してくれました。そして僕が大学の卒業間近になって、日本で働きたい、日本で生きたいと伝えたとき、母は一切反対しませんでした。人生は自分が望む場所で自分の力を試さないと意味がないと言ってました。苦しい日があっても、失敗した日があっても、すべて自分で選んだ人生だから後悔はない。そう言い切れる生き方をしてきました。僕にも同じ姿勢で生きてほしいと思っていたのだと思います。あなたの選択なら尊重するよ。どんな結果でも、それがあなたの人生の一部だから。母は迷いなく僕の背中を押しました。その沈黙こそが僕への最大の信頼でした。二つ目の話はですね、日本に留学したいと聞いた時の母の本音です。母はですね、僕が日本に留学したいと言った瞬間、胸の奥に二つの感情が同時に生まれたと話してくれました。一つ目は、生き残れるのかなという現実的な不安です。日本で生きるというのはですね、言語の壁、文化の壁、この二重のハードルを超えて、一人で生活を立ち上げなければならないということです。母の周囲には、お金だけ失ったとか、時間だけ流れてしまった、そんな留学失敗例が山ほどありました。だから母は当然のようにこの子大丈夫かなという不安を抱かずにはいられなかったと言います。しかし同時に母にはこの子なら生きていけるという強い確信もありました。高校時代、僕が初めて日本への一人旅を計画した時、机の上には時間帯ごとの移動ルート、乗り換え、観光順、所要時間がびっしりと書かれたノートが描かれていました。それを見て母はこの子はどこに行っても一人で生き残るタイプだと思ったそうです。さらに僕は野球が大好きで勢いで日本に一人旅もしてきました。そして帰国した僕は日本の細かな文化、静けさ、丁寧さ、人に迷惑をかけない空気に深く共感していました。その姿を見て母は確信したのです。パックンは日本に合う子だ。この国ならむしろ本領を発揮するかもしれない。母は誰よりも早く僕の未来を信じてくれていたのです。そして3つ目の話、僕が日本に住むことに対してどう思ったのかも聞いてきました。母はいつも冷静で現実を真正面から見る人です。だから僕が日本で暮らしたいと伝えた時、母はまず韓国とは全く違う難しさを感じたと言います。母はこう話しました。日本で韓国人が生活するというのは同じ能力でも数倍能力しないと同じ評価をされないと思った。これは批判でも恨みでもなく、母が生きてきた時代の正直な実感でした。韓国は歴史的に日本より弱い立場だった。母は弱いではなく力が足りなかったと表現しましたが、その背景を知る世代ほど外国で自分を証明することの難しさが自然と思い浮かぶのだと言います。だから母は韓国より日本の方が能力を認めてもらうまでの時間が長いと覚悟していたそうです。さらに母は韓国と日本、アメリカの教育
育文化の決定的な違いも気にしていました。母が特に心配していたのは、韓国の教育の偏りが理由で海外適応に苦しむ学生が多いとのことでした。韓国のルール、韓国社会ではですね、学生は勉強を頑張るのが大事な軸、判断軸となります。その結果ですね、韓国の学生が海外に行くとサークル活動とか特技とかコミュニケーション能力とか自己表現といった非学力の力が必要な場面でそこに飛び込むのは簡単じゃないと話し、韓国式の勉強中心の育ち方では海外で孤立してしまうケースが多いことをよく耳にしていたそうです。別にこれは韓国が悪い良いそういった話ではなくて、韓国での戦い方、海外での戦い方が違うからこれがよく合うのかなという心配ですね。しかしそんな母も僕については全く違う印象を抱いていたと言いました。パックンは日本の社会に溶け込むイメージしか湧かなかった。そう断言しました。僕の静かな性格とか人に迷惑にならないように動く習慣、細かいことにも誠実に向き合う姿勢、野球、写真、バイクとか趣味、それら全てが母には韓国よりも日本で生きる方が僕にとってむしろ自然な環境だと感じていたと言います。最後4番目はですね、海外で長く住んでいる僕についてどう思うのかも聞いてみました。僕、日本に住んで10年近くなっています。母は韓国で僕を見ながら、何を思うんだろうなってことが疑問でした。まず母はですね、子供は親の所有物じゃないと考えている人です。物理的に近くにいることが必ずしも幸せとは限らないと言います。近くにいても心が離れていれば遠いし、遠くにいても心がつながっていれば近い。母はそんな価値観で僕を見守ってきました。まだ今は距離が離れていてもつながる手段がいくらでもあります。メッセージ、通話、ビデオ通話、写真。母は地球の反対側にいてもスマホ一つで声が聞こえる。それだけで十分と話し、僕が日本にいることを寂しいこととは捉えていなかったそうです。さらに母は目に見える世界より見えない世界を信じています。人間は魂、心、体でできており、魂と心のつながりは物理的な距離を超えると信じているのです。母は私は毎日パックンのために祈ってると話し、僕の存在を常に心の中に抱いていました。そして最後に母はこう締めくくりました。私はね、あなたが遠いところで生きていると感じたことが一度もないの。たとえ帰省が年に1回でも韓国にいない日が続いても、母にとって僕は心の中の一番奥にあり続けていたのです。最後にですね、伝えたい話あります。この動画を通じて僕が一番言いたかったのは、一人の人生はですね、親の思いという、見えない物語があるんじゃないかなということでした。僕は日本で9年間家族なしで生きてきました。でも生きてこれたのは、語学力でも学歴でも根性でもなく、そして今回お父さんの話なかったんですけど、この両親、家族の見えない応援っていうのがずっと後ろから押してくれていたからかもしれません。母は言いました。近くにいるから安心。遠くにいるから不安。そんな単純なものじゃないよと。距離がどれだけ離れても心がつながっていれば、魂がそばにいれば、それは離れていることにはならない。そして日本で生活する僕がマナーを守り、人に迷惑をかけず仕事を頑張り税金を納め、誰かに少しでも良い影響を与えられるなら、その一つ一つが韓国に住んでいる家族への恩返しにもなると思っています。日本の方々もこの動画を見て、こういう留学生もいるんだ、応援してあげたい、そう思ってくれたらもうこれ以上の幸せはございません。僕はこれからも日本で誠実に生きていきます。韓国と日本に助けられた分、両国に恩返しできる人間になりたいです。そしてもしよければ、このチャンネルで一緒に日韓の温かい物語を一緒に見ていきませんか？本日の話は以上です。もしよければチャンネル登録とそしていいね、コメント欄もぜひよろしくお願いいたします。以上、パングでした。アンニョン。